久しぶりです。また見てくれてありがとう。今日はですね、何を話そうかと思ったんですけど、コメントの中でもちょっとね、言ったんですけど、私、2回妊娠しまして、1回目の妊娠の時に、実を言うと35キロ太ったんですね。あの時多分27歳ぐらいだったと思うんですけど、ものすごくつわりのひどい人で、もう産むまで吐いてる人なんですよ、実を言うと。で産むまでゲーゲー吐きながら、そうですね、妊娠して56ヶ月ぐらいまでは多分吐いてるから、もう点滴にお昼に行ってね、点滴してっていう感じで、もう何にも食べない、もう食べてもすぐ吐いちゃうという状況なんですよ。でその時の体重が多分48キロか50キロあるかないかだったと思うんですよね。でそれで半年過ぎて5ヶ月とか6ヶ月ぐらいになったら、もう毎日吐くのが普通になっちゃったので、今度食べたいものが決まってくるんですよ。何を食べたと思います？毎日お汁粉とスイカです。このお汁粉とスイカを3食、朝昼晩ってお汁粉とスイカ食べるんですよ。でもうそれしか食べれないの。お汁粉とスイカ、お汁粉とスイカで、6月に息子生まれたので、もう本当に1月とか一番寒い時期に高いスイカをね買ってきてもらいましてね、お汁粉とスイカ、お汁とスイカを食べてたんですね。そうしましたら後半、もう産む直前になりましたらね、85キロまで太りましてね、本当ですよこれ。でも着る服が全くない、ブラジャーもない、で赤ちゃんもう産んだ時なんて、もう出産した先生のところの産婦人科の先生が私のおっぱいを見て、おー、バスケットボールが2つあるみたいだなっていうくらい大きくなりましたから。で足のサイズも今だ 24.5 なんですけど、 26.5 ぐらいまで足も大きくなるんですね、あれ体重が増えると。びっくりしますよ本当に。でも顔も変わりますしね、当然太りますから。でもう半年とか5ヶ月ぐらいで35キロ太るわけじゃないですか。もう何が起きてるか体にも自分でも分かんないんですよ。でも食べるものはお汁粉とスイカしか食べれないので、もう3食お汁粉とスイカ、お汁粉とスイカってずっと食べてたんですね。もう本当に太っちゃったんだけど、もうどうしようもないから。でも仕事も毎日してるんですよ。それでもやりながら仕事するんですよ。でお産するじゃないですか。お産してたった5キロしか痩せないんですよ。本当にもっと痩せるかなと思ったら、たった5キロしか痩せなくて、80キロ、まるで30キロは身についちゃったまんまだったんですね。で赤ちゃんも本当生まれた時に看護師さんがね、ちょっとびっくりするぐらい洋服を着て生まれたみたいにして脂肪をつけて生まれてきました。もう丸々脂肪をなんか洋服のように着て生まれてきたんですよ。で私初めての赤ちゃんだから、赤ちゃんってこういう風に洋服着てくるもんだという風に、初めての赤ちゃんですからね、思ったんです。本当にね、こっから下なんかね洋服着てるんですよ。なんかね1センチぐらいの厚みのある脂肪をつけて生まれてきたんですよ。すごいでしょう。もうでもこれ普通だと思ってますんでね、私初めての赤ちゃんなんで。へえ。でへその緒を首に巻きつけながら生まれたわけですけど、全然元気で普通に生まれたんですけどね。もう本当にびっくりしたんだと思いますよ。彼も男の子でしたからね。洋服着て生まれてきましたけど、本当にびっくり、私もなんですけどね。でその後ね、もう30キロ太るわけじゃないですか。もう5キロしか痩せませんからね、赤ちゃん産んでたった5キロ、あとの30キロは私の身に全部つくわけですよ。もう着るものないですよ当然。その前まで48キロとか50キロ前後だった人が一気に85キロまで、これね、人生の経験の初めてでした、物事。今までずっと27まで生きてきたけど、こんなに太ったことってなかったんで、85キロまで太るってこんなになるんだって本気で思いましたよ。で前に結婚してた主人にもね、もうそばに寄らないでくれと言われるんですよ。で6月に生まれましたでしょ。6月の14日に生まれたので、なんていうのかな、もうお産した後ちょっと銀行に行きたくて、ちょっと他のことが用事があったので一緒に行ってもらったら、私が隣にいたら、ごめん、そばに寄らないでくれというぐらい嫌がられましてね、実を言うと。と思って、誰のせいでこんなに太ったと思ったんだってその当時は思ったんでしょ。でもまあしょうがないよね。もう本当顔から見て違います。その時にだから撮ったビデオだとかあるんですけど、もうすいません、抹消したいぐらい顔が違います。
もうなんてもうなんなのこの人誰っていうぐらい、他のお友達が私のビデオを見てねえねえこれ誰みたいな、本当にそのぐらい変わりますよ。でそこからですけども、すぐ痩せるわけにいかないんですよ。もう子育ても仕事も、もうお産してからすぐ仕事だったんで、退院して本当はね1週間休もうと思ったんですよ。そしたら私の仕事に手伝いに来てくれた女性が赤ちゃんできちゃって3ヶ月になっちゃって、もうね彼女の方が今度つわりで具合悪くなっちゃって仕事できないんですよ。だからいいわ、じゃあ帰って、具合悪いなら帰って、私も辛い思いをしたことあるから、ましてね、私辛い思いしたからあなたも頑張れよって言えないじゃないですか。だから大丈夫大丈夫、退院してお産も終わったから大丈夫だから、もうそんなにゲイゲイして辛いならもういいよって、明日からお休みしていいよっていうことでね、お休みさしちゃったんですよ。だから私は産後1週間病院にいただけで、その後休みもせず仕事を始めるんですね。でもその時にいたおばあちゃんとかがね、先生大丈夫か、本当お産した後21日は休まなきゃいけないっていうのに、そんなにすぐ働いて大丈夫かって言われたんですけど、なんか全然大丈夫で、ただねあれの時は2番目の娘の時かな、息子の時かな、髪の毛をシャンプーしたまま病院に入院する時にね、髪の毛のシャンプーをしたらドライヤーで乾くすのめんどくさかったから濡れたままで置いといたんですよ。そしたら頭がものすごく痛くなって、私初めてでした、あんなに頭痛くなったの。もうね頭の中でね象がね走ってるみたいなんですよ。ガン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 しちゃって、って思って、私は今まで病気したことないじゃないですか、盲腸以外。何この頭痛いってこういうことだったんだと初めて経験しました。で産後だからやっぱり血も乱れてるんでしょうね。そういうことがあったんですよ。その時にだから治したのが実房酸でした。実房酸を1日3回飲んで痛みを取ったんです。痛みを取れたんですけどね。でそれから頭痛薬とかも、そんな頭痛薬なんか飲んだことないので、実房酸を飲んで産後の具合悪いのは取ったんですけどね。それ以来頭痛いというのは全くないんですよ。でも本当に産後21日休まなきゃいけないのに休まないで仕事したじゃないですか。産後の日立ちの早いこと、もうね子宮の元に戻るのも早かったし、出血もすいません10日かからないで出血止まっちゃったんです、動いたら。だからねこれ皆さんに言いたいんですよ。今の時代、昔だったら違いますよ。お洗濯も手でやりね、火もフーフーやってつけた時もあったでしょうから、あの時代はね当然21日ぐらい休ませなければ体の産後の日立ちが悪くて亡くなった方たちもいましたからね、あれなんですけど、いらないですね。もう産後すぐ働いた方が産後の日立ちはいいことを知りました。だから2番目のお産の時も本当に頼んであったんですけど、ちょっといろんなことがあって彼女にはすぐやめていただいたんですね。で1回目の産後の日立ちがいいのをしてたので、その時も2回目の時もお産したけど2回目の時もすぐ働いて、やっぱり産後の日立ちは良かったです。でね、その時に来てた患者さんのおばあちゃんがね、先生大丈夫か、本当は21日休まないと後で産後の日立ちが悪くてね、具合悪くなったり年を取ってから具合悪くなるよって言われたんだけど、全くありませんね。そんなこともなく今もずっとこうやっていますからね。でだから全然産後の日立ち悪くなかったんですよ。だからお産した後動いた方がいいと思いますよ。運動したりいろいろした方が産後の日立ちが早くって出血も止まっていいような気がします。だから昔の話は昔で、今はもう本当何でもあるわけ、何もしないわけじゃないですか。だってもう蛇口ひねればお水が出、キッチンのタイマーだってピッと押せば火もつく、何でもできるわけじゃないですか。何にもすることないよね。掃除機だって掃除機すればいいわけで、何の産後の日立ちが悪くなるようなことは何もないので、自分のお嬢さんがねもしお産して出産するようなことがあったら、動け動けと言って動かした方が私は絶対にベストだと本気で思いますよ。でうちの娘にアメリカにいるじゃないですか。アメリカすごいですよね。お産して1日で帰ってきますからね。それじゃないですか。でうちの息子の嫁もね3回とも帝王切開だったんですけど、2泊3日かなんかで帰ってきますよね。帝王切開なのに。だからやっぱり早く帰ってきて早く体を動かした方が、日本と違って、だから産後の日立ち悪い人いっぱいいますよね。
出血止まらないとかっていう聞くもん。で私はそんなの動けばいいんだから明日から動きなさいっていうの。そうするとね、先生本当に元気になってきたような気がするってみんな言いますよ。だからお嬢さんもしお産してね、帰ってきたら何でもやらせてください。運動でもいいし、その方がいいと思いますよ。これは私の経験からね、いいんじゃないかなと思うので、やってみたらいいと思いますよ。産後の日立ちが早い方が、やっぱり健康ですしね、頑張れるし、あと、健康になるのは、それは自分の生活習慣ね。だから年を取って具合悪くなるのは生活習慣。だから、ちゃんと運動して筋肉鍛えれば、全然問題ないと思います。で、今日はね、だからその、85キロまで太って、なんで今があるかっていうのをこれから話そうと思うんですけどね。2番目の子供を産んだ時までにちょっと10キロは落としたんですよ。さすがにね、80キロのままでこの2番目を産むまでに、ちょっとまたここで太ってもいけないなと思って、ただやっぱり仕事も忙しいし、子育てもあったし、子育てほとんどしてないんですけどね。でもやっぱり夜帰ればいるじゃないですか。だから、もうほとんど運動なんていうのができないわけですよ。仕事もあるし、仕事遅くまであの時忙しかったですからね。8時半か9時まで仕事して、それからお買い物に行ってお食事を作ってましたから、9時半とか10時にご飯食べるんですよ。だものを痩せるはずがないですよ。どうやったらそんな時間にご飯食べるわけですから。で、あの当時もうビールが好きでしたね。本当に。もうね、もうストレスもあるもんだから、350か500ミリだと思うわ。500ミリの缶ビールをご飯作りながら飲むんですよ。もう全然平気で、もうビールどん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 飲むから痩せるはずないんですよ。もう無理無理無理とか思いながら。でもほら、別にそんなにこう気にしてないんですよね。自分が80キロまで太って着るものもないけど、まあいいやみたいな感じの性格の人ですから、いつかまた痩せればいいやぐらいの話の人だからね。もう性格がこんなんだから。でもとりあえず娘が生まれる3年ぐらいまで、3年ぐらいか、娘が3歳、3年後に産んだから、27で息子を産んで、30で娘を産むんですけど、その3年間は80キロちょっと下がっても76ぐらいでいたと思いますよ。もう着るものも本当にやっぱり着るものほとんどないのでね、ゴムのものが多かったような気がします。で、でもさすがに子供を産みたいなと思った時にちょっと食事だけは気をつけました。そしたら72キロぐらいまで痩せたような記憶があるの。でもそんなにこんなプロポーションにはなってませんよ。無理無理無理。まあ、ビール好きでしたしね、まだずっと。でビール好きでしたからやってましたけどね。で娘の時はね、何を食べるかっていうと、今度お産始まるじゃないですか。あれですよ、食べるものが、娘の時はね、やっぱりつわりもすごいんですよ。やっぱり赤ちゃんお腹の中にいる時はつわりひどいから。でも娘の時は、息子の時はお汁粉とスイカだったけど、娘の時はビールまだビール飲みたいのよね。ビールとなんだっけ、ビールとね、お豆腐。それもね、お豆腐3食食べたいんですよ。でお豆腐はね、もう何もつけない、お醤油もいらない、何にもいらない、真っ白なお豆腐を1日3食食べたい。もうお豆腐とビールと酒粕につけた漬物、これさえあれば幸せなんですよ。だから古漬けっていうのを、酒粕につけた酒粕漬けと、あとビールを、だからお酒はいけないと思ったんで、ノンアルコールビールを朝から晩まで飲みながら仕事するんですよ。でそこに真っ白なお豆腐、大きなお豆腐を食べて、でご飯食べれないんです。真っ白なお豆腐とビールと酒粕もう口の中に入れていればそれで十分なんです。でもやっぱり生まれるまでゲーゲー吐くんですよ。でも吐くのも2番目なんてもう平気。もう吐けば治ると思ってるから、一人道はゲーゲー吐き、一人道はゲーゲー吐きしながら育てる。お腹の中に赤ちゃんずっといるんですけどね、全然平気なんです。だからね、娘の時はね、さすがに7キロしか太らなかった。その食べ物だったから。でもお兄ちゃんの時はもう本当にね、35キロ太ったけど、娘の時は7キロだったの。で7キロだったから、それでも70何キロだったから、やっぱり5キロぐらいしかね、娘産んでからもそんなもんでしょ。でもさすがにね、
こうなんていうのかな、娘産んだ後、いやこれこのままだとちょっとって自分でも思ったんでしょうね。でそこからちょっとやっぱりね運動して痩せようと思います。その時はね多分娘産んで30だったんで32、3だったと思うんですよ。だけどね30代はねちょっと運動するとね1年で元に戻ったの、実を言うと。でね、私ってねこういう性格だから、さあやるって決めたらやっちゃう人なんですよ。スポーツクラブに行ってね、昼休みに車で行って、すごいでしょそのバイタリティ。午前中仕事して12時半まで仕事をして、1時までにスポーツクラブに行って3時半に戻ってくればよかったので、そこでスポーツクラブで運動するんですよ。エアロビクスとルームランナーで運動するので、当時エアロビクス大好きだったし、昔もバレエも大好きだったし、エアロビも大好きだったんで、もう365日スポーツクラブ行くんですよ今度。もう毎日毎日スポーツクラブに行ってねエアロビやるの。そしたらね1年でね52キロまで落とすの、1年で。すごいよね。30代っていうのはまだね1年で痩せるんだなと思った。そしてほら運動好きだし筋トレ好きだし、夜行ける時はうちのおばあちゃんに「お願い子供お願い」って言って夜もスポーツクラブに行って筋トレしたりして、1年で52キロまで落としたの。でも今よりもちょっと時まだ若かったからね、30代だから痩せて、本当にベリーショートかなんかにしてねかっこよくなった記憶があるよ。でねそれまでほらそうやって頑張って痩せるわけじゃない。である時ね、だからその時にもう娘が3歳、だから30で産んで35、6までそのプロポーションだったのかな。で今度お兄ちゃんが今度バレエを始めるわけじゃないですか。で私ってね決めるとねもうがむしゃらな人なんですよ。覚悟ができるので。で今度息子をバレエダンサーにさせなきゃいけないと思うわけなんですよ。今度息子をバレエダンサーにさせなきゃいけないから、今度息子をどうやってバレエダンサーにするかどうすればいいかって考えるんですよ。で当時息子が行ってたバレエスクールだと一人前にできないと思ったので、とりあえず上田のバレエ学校まで通わせるんですね。で新幹線の行きは新幹線で上田に行かせたんで、その時一緒に娘も上田に行かせたんですよ。で上田のバレエ教室まで仕事が終わってから8時半とか9時に仕事が終わってから、今度高速に乗って上田まで迎えに行くんですよ。毎日上田まで毎日迎えに行って、子供たちご飯食べなきゃいけないから、バレエ教室行ってますから、夜の9時半とか10時にご飯食べて帰ってくるなんですよ、毎晩毎晩。それをね多分中学の1年から中学の3年近くまで丸3年それを続けたんです。そしたらまた太りましてね。だって運動をやめてねもう53キロまで痩せて、も本当に最高のプロポーションになったけど、いやいやこんなことやってる場合じゃない。娘は息子を一流のバレエダンサーにさせるにはどうしたらいいかって、今度そっちに頭が行くんですよ。そうすると今度またね何キロ太ったかな、76、7また太ったような気がするんですよ、その3年間ぐらいで。でも、息子がある程度ね今度は東京のバレエ学校に入ることになって、息子は東京のバレエ学校で、最初は娘も一緒に行ってたんですけど、ちょっとそこでまたいろいろありましてね、娘はそこから離れて金沢の先生のところにお願いをして、金沢のバレエ学校にバレエ教室に通って、息子は3年間日本のバレエ学校に行くようになるんですね。でもう今度仕送りもしなきゃいけないし、娘も金沢に行かなきゃいけないので、もうなんていうか息子が、高校を卒業する、高校行ってないのでバレエだけやらしたので、3年間は私がむしゃらに働き、息子たちや娘たちのためにお金も送り、で娘が金沢に行ってたので毎週土曜日は金沢に行き、そこで娘もちょっと病気になったりするんですよ。またその話もしますけどね、今日はちょっとその話じゃなくて他の話をしなきゃいけないのでその話はまたするけど、3年間息子がサンフランシスコに
のバレエ団に入るまでやっぱり76、7キロあったと思います。だけど息子がバレエダンサーになってサンフランシスコのバレエ団に入ることが決まったのでね、そこで初めて息子が12月に夏クラッカー、アメリカで必ずね12月に夏クラッカーの公演があるので、夏クラッカーの公演を見に行くんですよ、サンフランシスコまで。そしたらね、息子は夏クラッカーのショーが終わって、バレエショーが終わって明日日本に帰るよっていう時に息子が私にね「お母さん」って言うんですよ。何って言ったらね「お母さんね、僕はお母さんに本当によくしてもらったと思う」って。僕彼のこともまた後に話しますけど、バレエダンサーには全く不向きな人でした。もう本当にバレエダンサー不向きで、彼に一番苦手なものをやらしたんです、実を言うと。だから本当に彼も苦労してバレエダンサーになったと思います。もともと才能はなかった子に一番苦手で一番ダメなことをやらしてバレエダンサーにさせたんですね。それもまた後々話します。でその時に彼がね私に向かって「お母さんね、お母さんに感謝してるよ」って、本当に僕は一番苦手なことをさせてもらったと思うって、だから僕ね飽きないんだよねって彼が言ってくれたんです。僕ねバレエダンサーになったと思う、今でもね言ってくれるんです。今も本当にねサンフランシスコで今バレエ学校の校長をやってますからね、素晴らしいんですよ。またこれが500人の生徒を抱えてバレエ学校の校長をやってるんですよ。いやー素晴らしいなと思って、また拍手もしてるんですけどね、その一番苦手な一番ダメなものをやらして今食べてってるんですよ。でその時に私に彼が言った言葉がね「お母さん、僕はね本当によくやってもらったと思う」って、だから僕のことはもう気にしなくていいから自分の体のことを考えてくれって言われたんですね、その時に。でその時に「お母さんね、僕のことはもういいんだよ、もう僕はもう自分のことはもう自分でできるから、お母さん自分の体のことを考えてとりあえず痩せてくれ」って言われたんです。分かったよ、お母さん、やっとあんたたちをね、まだ娘もいたけどあんたがまず一人前になった、分かった、もうあんたのために、あんたと娘のためにお母さんはここまで太ったんだから。そうだよねって。だけどね、もう僕のことは考えなくていいから、お母さんは自分のことを考えてくれって言うから、分かった、じゃあ頑張るって言って、その時に今度またスポーツクラブからまた始めるんです。そうしたらね、1年じゃいきませんよ、45過ぎたら。45からこの体に飲むのに4、5年かかりました。もうね、腹筋しても腹筋できないんです。前なんかね、本当に32、3の時にさあ頑張ろうと思ったら簡単にできたのに、もう肉なんてこんなについちゃって、もうウエストなんてこんなになっちゃって、もうね腹筋するんですけど、って言っても腹筋上がらないの、本当にもうびっくりだったわ。そこからねもうねビールやめたの。ビール全く飲まなくなりました。でね、私ねこうね覚悟を決めるとね本当にその通りになる人なの。でもさすがにね45でしょ。1年経ってね60何キロしか痩せないし、まだまだ全然元に戻らないの。1年経って頑張ってエアロビやっても。でも絶対に諦める人じゃないから頑張って、今度は昼休みに近くのスポーツクラブだったんで毎日スポーツクラブに行って1日50分ウォーキングしたの。1日毎日50分、毎日50分のスポーツクラブに行って運動して歩いてエアロビクスやってを365日やっぱりやるんですよ、お休み以外で。2本スポーツクラブに入っててね、だ2つのスポーツクラブを掛け持ちで夜と昼とスポーツクラブで頑張ったんですよ。でそのぐらい頑張って48だから3年かけて今のプロポーションをまた作り直すんです。だけど本当に45からはね痩せないと、本当に努力しないと。だから50分ウォーキングしたの。でもその50分のウォーキングもね人と同じウォーキングをしないよ、私のことだから。何をしたと思います？つま先立ちでウォーキングするの。50分つま先立ち、真似しなくていいよ、できないと思うから。でもやれる人はやってね、やれるようになるようにはなるにはちょっと時間かかるけど足腰痛めるからね。でつま先立ちのウォーキングは本当に体幹がしっかりするんですよ。だから胃を横隔膜の中に引き上げて入れたままじゃないとつま先立ちできないからね。
で胃を横隔膜の中にまま入れた、だからお腹も引き上げて胃を横隔膜の中に入れっぱなしの状態で背中の緊張感とともに50分ウォーキングするの。これをやり続けたらベストの綺麗な体になるわよ。今ちょっと30分しかやらない、時間ないから50分やったら倒れちゃうから。だけど今もやってます。コロナの頃にね、4年間スポーツクラブもダメになっちゃった時があって、半年ちょっとスポーツクラブ休んだのよ。そしたらね、やっぱりすぐ太る。もうね、浮き輪ができたもん、ウエストの周りに。ああ、やっぱりね、この年齢はね、常に刺激していないとね、ダメなんだなと思った。だからね、本当にね、ウォーキング50分、つま先立ちでずーっとやってたことは綺麗になったわよ。もうね、その辺のエアロビクスのインストラクターよりも上手。本当もうね、申し訳ないけどね、インストラクターの方が、申し訳ないけど教えたいぐらい。でも、私の好きなインストラクターはすごいよ、やっぱり。当然やっぱり自分がもっとモチベーションを高めようと思った時に、モチベーションの高い人がそばにいないと、それになれないからね。だから、やっぱり自分よりもモチベーションの低いインストラクターに教わろうとは思わなかった。当然。だからやっぱり自分よりもモチベーションの高いインストラクターのクラスになるべく受けて、なるべくそこで頑張った。当然ね。だから常に今もそうだよ。自分の気を高めたいときは自分よりももっと上のクラス、もっと自分よりもすごい人のそばにいる。これすごい大事だから。そうすると、この人どうやって何やってんだろうって、いつも私ね、盗むの大好きなの。何でも盗むの上手。これね、大事だから。で、盗んで乗り越える。まず学ぶものをそこから学んで学び尽くす。で、学んだら今度それをやり続ける。これすごい大事なの。だから目の前にすごい素敵な人がいたら学んで、羨ましがってる場合じゃないの。羨ましがる場合じゃないのよ。もうとりあえず学ぶの。そこから。だから私のことを羨ましがって悪口言う人いるじゃん。ばっかじゃないの。これ学んだらすごいんだからと思うじゃん。でも普通の人と違うからね、学び方。もう人と同じは無理だから。無理。だから、DV とか見ながらね、この人すごいなと思ったら家に帰っても DV で見ながら、またね、トレーニングを始めるの、夜。すごいでしょ。もうね、バカとしか言いようがないけどね、もう覚悟を決めて、こうなるって決めたら、なり続けるための努力はね、他の人とは比べ物にならない。だからこうなるの。今もこうなるの。それはなぜかっていうと、学び続けてやり続けることを知ってるから。だから途中で諦めるってこと絶対しないの。目標に向かってやり続ける。だからバレエダンサー大好き。だって綺麗でしょ。新体操見た？あんなに綺麗なんだよ。足も長くて綺麗でしょ。私も新体操、だから今ね、こういうね、スポーツクラブでね、トレーニングするとね、あの人は新体操の先生か、社交ダンスの先生だとみんな思ってる、私のことを。だって綺麗だと思うもんな。トレーニングなんて綺麗よ。もうこうやってごらんなさい。もうすごいから綺麗で、もう本当に綺麗と自分でも思うから、鏡見ながらうっとりとか言って、もうここの背筋の綺麗なことっていつも思ってるのよ。バカだけど。もうね、これ自分を褒める。鏡を見てなんて綺麗なのっていつも思うの。そうすると綺麗になるから。本当だよ。だって綺麗になるための努力をしてるのも綺麗にならないはずがないじゃないね。で、他の人と一緒じゃダメなの。他の人を乗り越えるだけの綺麗にならなきゃいけない。だから努力が必要、学びが必要。だから綺麗な人のそばにいたら綺麗になれるから。だけどね、綺麗になるけど乗り越えなきゃダメなのよ。まず学ぶこと、そばに行って学ぶこと。この人何やってんだろう、何食べてんだろうってね。で、今ね、もう30分経ったから、今度食事療法からまた教えるよ。何を食べたのかね。今日ほらまたここまで来たから、ね、今度食事すごい大事だから。いい？食べ物食べないで痩せちゃダメ。これはね、言いたいの。だからね、食事の YouTube、また食事のこともきちっと話す。で、食事大事。いい？食事をしっかりとしながら、きちっと筋肉、タンパク質つけてきれいになる。これ大事だからね。じゃないとね、ただ痩せるとね、ミーアになるよ。ここシワシワになるからね。いい？ただ痩せちゃダメ。いい？きれいなための痩せ方。きれいになるためのトレーニング。これ大事。でもまず今日言ったでしょ。横隔膜を
の中に胃を引き上げて、いい？そして背中も緊張。だからいつもこうやって YouTube 見てると分かるでしょ。先生こうやってやってるの見たことないでしょ。ない。どこにもないの。どこにいてもこれ。椅子に座ってもこれ。でね、スポーツクラブでもそうだけど、どこでもそうだけど、うちの待合室でこうやってるしてる水ばっかりじゃない。なんで姿勢悪いのって怒られるんだよ、先生のとこ行くと。いつもこうやってやらないと。いつも椅子に座ってこうやってやってる。いい？もう絶対にこうならない。もう猫背になるから。いい？だからね、すいません。携帯もいじりません。だって猫背になるのもあれいっぱい触ってると。こうやって見てるでしょ？ね？もうこれ人生暗くなるよ、こうやって見てたら。いい？常にこうやっているの。いつもこうやっているの。これね、大事なんだって。いい？私の人生はいつもこれ。いい？これだけ。もうね、いつもこれ。わかる？今度はこの次の YouTube、食事。大事だよって言うよ。食事の話するからね。じゃあまた見てね。もう今日もまたおかしな話になっちゃったけど楽しかったでしょ。もう、頑張れ。またね。